こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。今日の質問は意図したわけじゃないんですが、2つとも10代の方のお悩みに答えていきます。10代ってね、うまく悩み自体も言い表せないっていうことがあると思うので、今抱えているモヤモヤの正体を解き明かしつつ、ご相談にお答えしていければと思っております。10代、ミミさんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも楽しく動画を拝見しております。私は4年生のイラスト専門学校に通う1年生です。絵を描くことは物心がつく前から好きで、デジタルイラストも高校入学の頃から本格的に始め、SNS 等で精力的に活動してきました。しかし私は最近悩みがあります。それはペンを握ると緊張してしまい、絵が描けないということです。授業内で絵を描く分には楽しくやれているのですが、いざ家で一人でペンを握ると、うまく描かなくてはというプレッシャーなのか、仕事にしなければという焦りなのかはわかりませんが、心拍数が上がり、筆が進まないのです。自分で言うのもなんですが、私は決して絵が下手な方ではないと思います。学校でもかなり優秀な方の成績を収めていますし、SNS でもかつてはたくさんの反応をいただいておりました。それなのに最近は楽しくリラックスして絵を描くことができません。先生にはこういった経験はありますでしょうか？また、私はどのようにすればこの状況を抜け出し、無心でキャンバスに向き合うことができるようになるのでしょうか？そうでなくても何か緊張をほぐすルーティーンなどあればお聞きしたいです。どうかご回答のほどよろしくお願いします。とのことです。はい、ミミさんご質問ありがとうございます。学校の課題ではリラックスして絵を描けているし、なんなら評価もいいんだけど、家に帰って絵を描こうとすると緊張してしまってどうにも描けない。これですね、普通の人にはちょっと理解できない悩みかもしれませんが、結構絵描きにとってはあるあるなんじゃないでしょうか。僕も経験があります。ただね、原因を聞けば絵描きじゃない人も、ああそういうことかって理解できるようになるお悩みなのかもしれません。なぜミミさんが学校では絵が描けて、で家では描けなくなるのかっていうと、これは自分の作品だと思う量が家で描こうとしている絵の方が圧倒的に多いからですね。つまり学校で描いている絵っていうのはあくまで学校の課題として描いているわけです。こういうテーマで描きなさいとか、あるいはいついつまでに描きなさいとか、そういう縛りの下でですね、半ば義務的に描かせられているものなので、ミミさんは意識のどこかで、これは私が自発的に描いている作品じゃないし、適当でいいやってね、割り切って絵を描いているわけです。で、その割り切りがですね、結果的にはリラックスして絵を描けているという効果につながっているんですね。でも、家にいざ帰って絵を描こうとすると、学校とは真逆の現象が起きます。つまり、学校では義務的に描かせられている絵なんですが、そういう縛りがね、一切なくなってしまって、今度はね、超自発的に絵を描くことになるわけですから、テーマも自由、モチーフも自由、期限も自由、もう全部自由。そう。つまり、それってもう完璧に自分の作品になるわけです。これはもう私 100% の作品だって強く自覚してしまうので、学校の課題ではね、程よくできていた妥協が一切できなくなってしまって、よーし、書くぞってスタートを切ろうとするんだけど、でも、私にとってこのテーマでいいのだろうか、これを今、私が書く意味ってあるのだろうか、もっと違うものを書いた方が、私の将来にとってはいいのではないだろうか、みたいな悩みが生まれてしまって、もうね、出だしからつまずいちゃうわけです。ね、ミミさん、だいたいこんな感じじゃないですか。見ている人も、そういうことならなんとなく気持ちはわかるかもって思いますよね。僕自身もね、こういうことかなりよくあります。例えば僕は仕事で絵を描いています。で、絵の仕事ってですね、絵のテーマも期限も基本的には相手から与えられて、で、その枠の中で絵を一生懸命描くっていうお仕事です。なので、こう言ったらなんですが、あまりね、絵に自分を投影する必要がないんですね。で、一方で僕はオリジナル作品も描くわけですが、そうするとミミさんと同じような悩みが発生するわけですよ。うわ、これは俺の作品だ。よーし、描くぞ。でもこの内容を今の俺が描くのはベストなんだろうか。もっと違うものを描いた方がいいのでは。なんか書けないみたいな。そうなんですよ。いつまで経ってもこの悩みってね、尽きないんですね。でも実際は僕はオリジナル作品、何枚も書けているわけです。月にね、オリジナル何枚か書いています。じゃあ僕はどうやってこの悩みを解消したのかっていうとですね、それは簡単です。僕の中に2人の人物がいると仮定するんです。そうすることで解決します。なんか危ないこと言い始めたって思うかもしれませんが、いえいえ、別にね、危ない意味で言っているわけじゃないのでご安心ください。要するにですね、絵を発注する自分と絵を描く自分を
分けちゃうんです。絵を描く前は、あなたは絵を発注する側になりきってください。ミミさんはね、学校の課題は書けるっていうことなので、学校の先生になった自分を想像してもいいかもしれませんね。はい。ミミさん、あなたは今学校の先生です。これからミミさんという生徒に絵を描かせなければいけません。このね、ミミさんという生徒は、絵は同年代に比べてすごく上手い生徒です。将来はゲーム会社に入りたいと言っています。ですがミミさんはキャラクターは上手いんだけど、背景がね、いつもちょっと手抜き。ゲーム会社に入るためには、キャラだけじゃなくて背景もね、描けた方がいいんですが、ミミさんはちょっと先生から見たらそこが苦手な様子。なのでできるだけ生徒のミミさんが前向きになれるよう課題を考えてみましょう。例えば画面全部に背景をびっしり描くのは、ちょっとミミさんには気が重いかもしれないけど、キャラの足元だけ、あるいは一部だけしか背景を描かなくてもいいビネットイラストだったらミミさんは積極的に取り組めるかもしれません。なので課題は魔法剣士の男の子のビネットイラストを2週間以内に完成させなさいという課題にします。これね、実際に紙に書いて発注書を作ってもいいかもしれません。はい。で、ここまでが先生ミミさんの役割です。で、ここからは生徒のミミさんの人格に切り替えます。何魔法剣士の男の子のビネットイラストを2週間以内に完成させなさい。OK。わかりました。じゃあ具体的にスケジュール決めようかな。この日はキャラクターデザインの日。で、この日はラフの日。で、この日は背景の日。そしてこの日とこの日はイラストの清書の日と。これでイラスト完成できるね。よし、頑張ろうって感じでね。後半は学校の先生に課題を出された生徒のミミさんの人格をロールプレイするっていうわけです。実際にね、僕もこの方法で自分自身を2つに割って、作品を書く前は発注者側の人格、作品を書くときは発注を受けた側の人格をロールプレイすることによって、オリジナル作品を書くときのモヤモヤを解消しています。作品ってね、書く前に悩んでいても、別に前に進めるわけじゃありません。書けるとしたらね、たとえそれがベストのチョイスじゃなくても、気にせずにもうどんどん書いちゃった方がいいに決まってるんですよ。この方法はその推進力を生み出すために、悩んで考える時間と悩まずにどんどん書き進める時間を切り分けちゃうやり方とも言えると思います。ミミさんのように、これは自分の作品だと強く意識した瞬間、深くね、悩んでしまって前に進めなくなってしまう人には、すごく効果があるやり方だと思いますので、この方法、ぜひ試してみてくださいね。応援しています。はい。次の質問です。10代、三条さんからの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも楽しくお絵描き動画拝見させてもらっています。私は最近までアナログで落書きをする程度だったのですが、本格的にデジタルでも描いて、X で投稿してみたいなと思い、タブレットでクリップスタジオというアプリで始めてみました。まだまだデジタル初心者なので、あまりクリスタを活用できていないのですが、まずは線画だけのお絵描きから始めようと思い、今はひたすら線画だけの絵を描いています。質問なのですが、タブレットで描いている時には何も違和感がなく、結構上手に描けたかもと感じる絵も、携帯に移行してみるとなんだか物足りなく、薄っぺらい印象を受けてしまいます。先ほど線画だけの絵を描いていると言ったのですが、2、3度色塗りをした絵も描いており、そちらを携帯に移した時も違和感を感じてしまいます。線画の描き方がいけないのかなと思い勉強したのですが、治りません。この現象の原因の対策を教えていただけると嬉しいです。とのことです。三条さん、ご質問ありがとうございます。はい。これはですね、アナログで描いていた人がデジタルに移行するときに、絶対に通るお悩みの一つです。つまりどういうことなのかというと、アナログでは無意識に絵に含まれていた情報が、デジタルにした瞬間にすっぽりと抜け落ちてしまったっていうことなんです。はい。具体的に言うと、三条さんは線を描くのが好きっていうことなんですが、線一本に対してもですね、すごく多くの情報って含まれています。例えばですね、今、鉛筆と紙があったら、紙にですね、鉛筆でピーッと一本線を描いてみてください。そうするとですね、遠くから見たら、ただの一本の線に見えるかもしれませんが、その線にですね、目をぐーっと近づけてよく見てみると、鉛筆で描いた線って、ちょっとガタガタになっていたり、少しね、ところどころかすれていたり、紙の質感を受けてね、ちょっと歪んでいたりと、シンプルな綺麗な一本の線ではないことがわかると思います。そういうね、複雑な情報によって三条さんは、アナログで描いた時には、
これでね、線に奥行きや潤いのようなものを感じることができていたんですが、デジタルに移行した瞬間に線がね、もう何の引っかかりもなくスーッと綺麗に描けてしまうので、あれなんか物足りないぞ、なんか薄っぺらいなってね、違和感を感じてしまったわけなんです。そうなんです。アナログと違ってデジタルは超有意識の世界。アナログ世界では無意識にできていたことを、デジタルの世界ではあなたがその現象を再現しなきゃいけないんですね。はい。ちょっと難しそうに聞こえるかもしれませんが、やり方は基本的にシンプルです。例えば三条さんが線画に対して薄っぺらいなと感じるのであれば、まずはアナログ作品で薄っぺらではないと感じられる線を描いてみてください。で、それをですね、できればスキャナーがいいんですが、なければスマホでいいです。できれば真正面から綺麗に写真を撮って、で、それをデジタルに持ってきます。で、その取り込んだアナログの線をですね、できるだけ同じに見えるように、ソフトのブラシ機能を使って再現してみるわけです。はい。オリジナルブラシ作るんですね。で、ここで注意なのは、取り込んだ写真の線と同じような印象にすることです。デジタルってね、どこまでも拡大していって、きめ細やかにできてしまうので、写真を元にしないとですね、思ったよりも滑らかなブラシにしてしまいがちです。でもね、写真で撮った線って、おそらくですよ、三条さんが思ったよりもガタガタで荒々しい鉛筆線だと思うんですよ。あれ？デジタルで見ると、なんかこんなにもかすれていて、こんなにも線ってガタガタなんだって驚くと思います。そうなんです。その荒々しくてかすれていて、ガタガタな線の情報が、実は三条さんが絵を見た時の満足感につながっていた。そういう大事な情報だったんですね。それをデジタル世界でも再現してあげましょう。それが再現できれば、三条さんはデジタルで線を描いた時にもアナログとほぼ同じような満足感を得られると思います。ほぼって言ったのは、やっぱりね、アナログからデジタルに移行させた時に、映しきれない厚みとか、物としての存在感みたいなものは欠落してしまいますから、どうしてもね、満足感自体は目減りすると思います。ただ、デジタルにはデジタルの良さもあります。RGB じゃないと表現できない色鮮やかさとか、デジタルならではのきめの細かい表現もたくさんあります。今までは無意識にできていたことを、デジタル世界では三条さんが意識的に取捨選択していって、デジタル世界に再現していくことが、自分自身が満足できる絵作りができるかどうかについてのポイントになってくると思います。こういう感覚についてはね、小さな頃からデジタルに触れ慣れている若い人の方が有利だとも思います。最初はね、ちょっと戸惑うかもしれませんが、デジタルに慣れてくるとね、そういうことかってね、だんだん分かってくると思いますので、ぜひ違和感を解消するために色々とね、模索してみてください。頑張って応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今回は線を描くブラシについてデジタル初心者に向けて語った内容がありましたが、じゃあ実際にどういう線を描いたら絵がうまく見えるのっていう、さらに踏み込んだお悩みもあるかもしれません。はい。そういう方はこちらの動画、要注意、線が下手な人の特徴6選をご覧ください。線が上達できる6つのポイントについてお伝えした内容になっております。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。